深夜の住宅街へ訪れた一人の女性。彼女は殺し屋として雇われたのですが、それにしては身のこなしがぎこちなく感じませんか。2019年9月8日、イギリスウェストミッドランズ州バーミンガム、深夜0時半頃、サウスヤードリーの住宅街に3発の銃声が響きました。発砲した女性の名はエイミー・ジーン・ベトロ。彼女はその場を立ち去ると同時に携帯でメッセージを打ち始めます。家の窓を見てみろ。お前はすぐに血を流すことになる。エイミーはある人物に依頼されアメリカからやってきた殺し屋。ターゲットの自宅へ銃弾を撃ち込んだ彼女は直後に脅迫のメッセージを送りました。使用した携帯は足がつかないよう特別に用意したプリペイド式のもの。犯行以外に使用することは絶対に許されません。しかしこの後、エイミーはその携帯で普通にタクシーを呼んで帰っていったのです。ずさんすぎる犯行内容から最も間抜けな殺し屋と呼ばれた女。自分から捕まえてくれと言っているようなその犯行の全貌とは。完全な素人が凶行に及んだ理由、それは彼女がある男の期待に応えたかったからなんです。おさすけちゃんです。みやみこです。というわけでみこさんね、はいついにパーソナルトレーニングを始めました。もう逃げれない。前さ、ジムやって、初日でさ、やめたって話したじゃん。めっちゃ良くて、家に来てくれるんですよ。家にね、ちょっとした機材もあって、あとこういうやつも買ったんで。クロスウォーク、ガチろうかなと。なので、今年の夏までに、1段階も2段階もね、アップデートさせてもらって、で、体力もつけて、元気にね、アルゴメドリをお送りさせていただきます。今回はイギリスバーミンガムで起こった少し変わった事件をご紹介します。犯人はね、アメリカ人の女性だったんですが、彼女はね、その犯行内容からアメリカで最も間抜けな殺し屋と呼ばれていたんです。殺し屋なのに間抜けってもそれ、殺し屋務まってないんじゃないのそれ。はっきり言ってね、作戦も何もかもめちゃくちゃなんです。彼女は事件後ね、海外逃亡して潜伏してたんですが、その逮捕の瞬間もね、間抜けと言わざるを得ないんです。衝動のまま生きる女。2024年7月2日、アルメニアエレバン郊外の村プロシアン。早朝、石造りのアパートの2階の一室に複数人の私服警官が訪ねてきました。その部屋の扉を開き姿を現した少しふくよかな中年女性に警察はこう声をかけます。エイミー・ベトロさんですよね。はい、そうです。女性はすぐに彼らが警察だと察しました。エイミー・ジーン・ベトロ、当時45歳。もともとアメリカ・ウィスコンシン州で暮らしていた彼女は、5年前に旅先のイギリスで事件を起こして以来国外逃亡していました。エイミーがアルメニアの田舎に潜んでいることを突き止めたのは、イギリスデイリーメール紙のジャーナリストチーム。しかしそれは執念の追跡の結果ではありません。彼女の居場所がバレるのは時間の問題だったのです。なぜならエイミーは国際指名手配の身にもかかわらず、インスタに自撮り写真を投稿し続けていたから。彼女は本当に身を隠す気があるのか不思議なほど頻繁に SNS 投稿をし、地元の友人と近況報告をし合っていました。ジャーナリストチームはインスタに投稿された自撮り写真の背景やエイミーが通っていたプールの形状からおおよその場所を特定。窓から見える夕日の角度や影の落ち方、月や太陽の位置を分析し、アパートのどの部屋に住んでいるのかまでたどり着きました。また通常逃亡犯は偽名を使うものですが、エイミーは賃貸契約すら本名で行っており、大家が持っていた身分証のコピーからすぐに本人である確認が取れたのです。調査開始から居場所の特定までにかかった期間はわずか2日。潜伏しているようで潜伏しきれていないその暮らしぶりはのんきと言わざるを得ませんでした。警察が部屋を訪れると、抵抗することもなく手錠をかけられ連行されていったエイミー。彼女は一体何者で、なぜ犯罪に手を染めてしまったのでしょうか。時は5年前まで遡り、2019年当時39歳だったエイミーはアメリカ・ウィスコンシン州ミルウォーキー郊外の町ウェストアリスで暮らしていました。30代半ばで故郷を離れこの町へやってきたエイミー。実の父親が薬物乱用で逮捕されるなどの問題があり、両親の離婚を経験していた彼女は家庭の不安定さから常に外に居場所を求めていたといいます。そしてウェストアリスへ来てからというもの、エイミーは家族と一切の連絡を絶ってしまいました。メジャーリーグミルウォーキーブルワーズのチケット販売員やペットシッター、フリーランスのグラフィックデザイナーをしながらのその生活。周囲からはごく平凡な女性という印象で、犯罪を犯すなどとは想像もできない人物とされていました。しかしそれはあくまでエイミーが表に見せているイメージの話。彼女は周囲の人が知らないところで自身がチケット販売員をしている球団の選手のクレジットカード情報を盗み不正利用していました。
使い道は海外のホテルやフライト代の支払い、またエイミーはクラブやパーティーなどに入り浸って散財しており、日本円換算で数十万の借金があったとも。それほど稼ぎがないにもかかわらず派手に遊び回る生活に歯止めが効かず、ついには犯罪にまで手を染めてしまっていたのです。身の丈に合わないね、生活してたわけよね。それで借金まみれになって自分の責任でしょうならまだしもさ、他人の金にまで手つけちゃったらそりゃアウトよ。衝動的に遊び回る生活をやめられなかったことには、彼女がね、強い孤独感を感じていたことが関係しているんです。本日のメトラキーワード、孤独感と衝動性の関係について。孤独感に関する専門家、アイオワ大学のアリス・ワン教授によれば、孤独を感じている人は衝動的な行動に走りやすいと言います。孤独な人は望むような人間関係を持てない不安から衝動買い、豪遊、過食など精神的に穴埋めになる行動をとる傾向にあるのです。また孤独を感じている人は他人への共感力が低下しやすく、犯罪などの社会的に逸脱した行為の原因になることも。孤独を感じるか否かは関わっている人数よりも関わっている相手との親密度によります。例えば友人が少なかったとしても、その相手が何でも相談できる親友であれば人は孤独を感じません。逆にどれだけ多くの人と関わっていても関係性が薄い人ばかりだと孤独を感じやすいと言います。30代半ばで家族と一切の縁を切り見知らぬ街で暮らし始めたエイミー。彼女は人間関係が満たされず、精神的な穴埋めのために遊び歩き散財していたのかもしれません。ちなみにエイミーはかなりの頻度で SNS 投稿を行っていたのですが、実はそれも彼女の孤独感の表れ。孤独感の強い人は他人とのつながりを感じられる SNS への依存度が高い傾向にあるのです。2019年8月、エイミーは野球のチケットを購入した顧客の銀行口座情報を利用し、自分の口座に330ポンド、当時のレートで5万円ほどを送金。40歳の誕生日旅行と称し、アパートの家賃も借金も放置した状態でイギリスへ向かいました。エイミーはこれまでもいきなり海外へ行ってしまうことが何度かありましたが、今回は特別。なぜなら今回は殺し屋として呼ばれているから。エイミーは一般人じゃないのにどこから殺し屋やってとかってオファーが来るわけ？実はエイミーが殺し屋を引き受けることになったのも、彼女が強い孤独を感じていることが関係しているんです。愛する人。2019年8月26日、イギリスダービーシャー州ダービーへ向かったエイミーはそこで一人の青年と合流しました。ナジール、会いたかった。嬉しそうに笑うエイミーに微笑み返したのは浅黒い肌をしたモハメド・ナジールという青年。エイミーより10歳年下の彼はこの町で暮らすパキスタン移民でした。二人は2018年12月にマッチングアプリを通じて知り合った仲。それからエイミーは何度となくイギリスを訪れナジールと肉体関係を持つように。長らく人間関係に満たされない思いを抱いていたエイミーにとってナジールのような男性との関係は何よりも求めているものだったのでしょう。そしてエイミーに殺人を依頼したのはそうナジールでした。父さんに傷害を負わせたあいつらのこと俺は絶対に許せない。約束通り協力してくれるよな。ナジールの問いかけにエイミーは真剣な表情でうなずきます。この1年前、ナジールは父親のアスラムと共にバーミンガムのブティックを訪れ、親族のためのウェディングドレスを購入しようとしました。親子はその際値引き交渉で店主と口論に。ナジールは違法薬物の売人で素行の悪い人物なため、ひょっとすると店主に無理難題をふっかけたのかもしれません。口論はやがて洋服のラックが押し倒されるほどの乱闘騒ぎとなり、暴行を加えられた父アスラムは脳に障害を残すほどの怪我を負ってしまったのです。ナジールは復讐に燃えました。彼が10歳も年上のエイミーと恋仲になったのは外国人の彼女を利用し、足がつかない状態で殺人を実行するため。その関係は復讐のために作られたもので、ナジールは最初からエイミーへの恋愛感情など持っていませんでした。そうとは知らず彼との関係に夢中になっていたエイミーはナジールに同情し、喜んで殺し屋を引き受けたのです。恋は盲目ってやつ？なんで薬物の売人の言うことをそんなさ、ホイホイと信じちゃうのこの人は。そういうところも含めね、間抜けな殺し屋と呼ばれてるんだと思います。この後エイミーはついにブティックの店主の暗殺に臨むんです。ずさんすぎた復讐劇。2019年9月6日、イギリスへ来て2週間後のその日、エイミーはターゲットとなるブティック店主モハメドを呼び出すため彼に電話をかけました。ガムツリーに乗せてた車を買いたいの。ガムツリーとはイギリス発祥の個人売買サイト。モハメドは自身のフォルクスワーゲンゴルフを売りに出すためサイトに広告を載せていたのです。しかし彼はエイミーのその要求に応じませんでした。少し考えたいのでまた明日連絡をいただけますか。そう言うと電話を切ってしまったモハメド。彼はいきなり電話をかけてきたエイミー
ミーを警戒していたのです。なぜならモハメドはガムツリーのサイトに電話番号など載せていなかったから。どこで俺の電話番号を知ったんだ？怪しすぎる。ちょっと計画がお粗末すぎるわよ。エイミーに殺しようは無理でしょう。そこがね疑問なんですけど、この後エイミーは直接モハメドの自宅へ向かうんです。ブティック店主のモハメドに電話をかけた翌日、エイミーはベッキーブースという偽名を使い、中古車店で逃走用のメルセデスベンツを購入。ワンピースにパーカー、ビーチサンダルという殺し屋らしからぬ装いのまま、ウェストミッドランズ州バーミンガムにあるモハメドの自宅へ向かいます。そこから待つこと約45分、モハメドの息子であるシカンダルが車で帰宅。エイミーはヒジャブと呼ばれるイスラム教の女性が頭にかぶる布で顔を隠し、乗ってきたベンツを降りました。そしてシカンダルの車へ近づいた彼女は至近距離で容赦なく引き金を引いたのです。しかし、あれ、弾が出ない。彼氏のナジールから渡されていた銃はここぞというタイミングで弾詰まりを起こし、シカンダルへの発砲は不発。いきなり銃を向けられた彼は驚き、急いで車をバックさせてその場を逃げ出しました。その際、シカンダルの車はエイミーのベンツにぶつかり、ドアがひしゃげて閉まらない状態に。くそ、こんなの乗れないじゃない。そこから一度ホテルへ撤退することに決めたエイミーはタクシー会社へ連絡するのですが、その際の電話でも彼女はミスをしてしまいます。Can I get a taxi? Where from? I'm on Austin Close. Okay, and where are you going? To the Rotunda. To where, sorry? The Rotunda to the Birmingham to Moore Street. Could I get your name? Becky. 一度行き先をロタンダと説明した後、改めてムーアストリートと言い直したエイミー。それはロタンダが彼女が滞在しているホテルの名前だったため、これから警察に追われる身になるであろう自分が滞在しているホテルを第三者に伝えるなど、あってはならないミスでした。さらに彼女はホテルに着いた後、ブティック店主のモハメドにこんなメッセージを送りました。どこに隠れてる？今回は銃が不発に終わって運が良かったな。かくれんぼはやめな。エイミーはその脅迫メッセージをタクシーを呼んだのと同じプリペイド式携帯を使って送信。脅迫メッセージを送った人物とタクシーの利用者が同一人物であるとバレてしまう状況を自ら作ったのです。さらにこの数時間後、エイミーは同じタクシー会社を使ってまたモハメドの家へ向かいました。エイミーはモハメドの自宅へ向かって3度発砲。銃撃事件があった現場を往復した記録がタクシー会社に残ってしまい、さらに自分の首を絞める結果となったのです。本当に身元隠すつもりあんの？こんなのもう捕まえてくださいって言ってるようなもんじゃない。こんだけポンコツなんで、逆にエイミーが5年も逃げ延びたことがねできたってのが驚きですよね。携帯の通信記録やタクシー会社の電話の録音など、エイミーは諸々の証拠を残しましたが、実はここから即座に身元を特定されたわけではありません。暗殺が失敗してパニックになった彼女はアメリカへ帰国。この1ヶ月後、恋人のナジールが逮捕されますが、アメリカにいるエイミーについてはそうはいきませんでした。ちなみにエイミーはナジールと対立していた薬物の売人ファリス・カユムを陥れる作戦にも協力。イリノイ州からイギリスへ向けファリス宛てに違法な銃の部品と弾薬を郵送し、ファリスが不正に銃を入手しようとしていると匿名の通報をしています。イギリスの警察はこの通報でファリスを逮捕しているのですが、彼に銃を輸入する動機が見当たらず違和感を覚えるのです。そこから警察は銃の部品や弾薬が送られた際の小包を調べ DNA を検出。データベースに照らし合わせると、エイミーがイギリスで乗り捨てたベンツの車内から見つかった手袋の DNA と一致。イリノイ州の郵便局の防犯カメラの確認が行われ、エイミーが犯人として特定されます。エイミーは捜査の手が伸びていることを察知し、アルメニアへ逃亡。5年潜伏していましたが、2024年に逮捕された際にはあまりに多くの証拠を残しすぎていたことから、言い逃れる術は皆無だったのです。それでもエイミーは言いました。犯人は私とよく似ているだけのただの太ったアメリカ人よ。携帯の記録も何もかも全部偶然の一致だわ。2024年11月、エイミーを殺し屋にそそのかしたナジールは殺人の共謀、銃器所持などの罪で懲役32年の刑に。父親のアスラムも作戦に関与していたため懲役10年の判決を下されました。そして翌年8月21日、判決の日を迎えたエイミーは殺人共謀罪、
罪、銃器犯罪などで懲役30年の刑となります。家族と縁を切り、見知らぬ街で孤独に生きてきたエイミーは、やっと見つけた男性との恋に盲目になり、殺し屋を引き受ける愚行に出ました。人は一人では生きていけないというように、孤独は精神衛生上の害となり、時に人から正常な判断力を奪ってしまいます。健全な精神を保つ意味で、私たちには友人や家族など心の拠り所が必要なのです。あなたには強い孤独感に襲われた経験がありますか？あるとすれば、その葛藤をどのように乗り越えましたか？